TBS のスポーツバラエティ番組、サスケ。一般公募で選ばれた100人が、巨大なアスレチックに挑戦するという内容です。2020年の年末にも、サスケ第38回大会が放送され、数々の挑戦者たちが我々に勇気と感動を届けてくれました。そんな第38回サスケのステージですが、本チャンネルの技術を駆使して CG で再現してみたところ、様々な発見がありました。今回の動画では、VR でサスケをお楽しみいただきながら、選手目線で見ることで分かったちょっとした発見を見ていただきたいと思います。なお、今回登場する CG はあくまで実際のサスケの放送を見ながら再現したもので、実際のセットとは異なるのでご注意ください。まずは、ファーストステージのスタートエリアから見ていきます。第1エリアのクワッドステップスからは、第2エリアのローリングヒルに直結しています。このローリングヒルですが、選手目線で見ると意外と高く見えるのではないでしょうか。テレビで見ると簡単そうに見えるこのエリアも、目の前にしてみると難しそうに思います。次は、ローリングヒルの上に登った視点に移動してみます。ここから下を見ると、かなり傾斜が急に見えるのではないでしょうか。過去には、このローリングヒルの頂上からジャンプして向こう岸に着地した選手もいましたが、ここを飛び越えるにはかなりの身体能力を要するでしょう。次は、中盤のエリアである、ドラゴングライダーを見てみましょう。ここは、トランポリンを飛んでバーをつかみ、レールを滑走して進むエリアです。トランポリンを踏み切る直前の視点で見てみると、そもそもの足場が地面から結構高いところに作られていることがわかります。そして、ここから1本目のバーを掴んで滑走した時の視点に移ります。1本目のバーから2本目のバーに飛び移る直前の視点になってみると、バーの距離が意外と離れているように見えたのではないでしょうか。ここから一瞬で2本目のバーに飛び移るのは、テレビの放送からもわかる通りかなりの難関になるでしょう。次は、ファーストステージの最終エリアである反り立つ壁を見てみます。高さ 4.5 メートルもある反り立つ壁は、小柄な人3人分ほどの高さにもなります。ふもとから頂上を見上げてみると、その高さに驚いた方もいらっしゃるのではないでしょうか。そして、この反り立つ壁を登り切るとついにファーストステージのクリアボタンが目の前となります。ここで後ろを振り返ると、クリアしてきた数々のエリアを見下ろせるでしょう。それでは、ここからはセカンドステージを見てみます。セカンドステージは、サスケ2020で猛威を振るった新エリアのローリングログや、名物エリアのサーモンラダーといった難関エリアが並びます。こうした数々のエリアの中でも、選手目線で見て特に驚きを感じたエリアを見てみましょう。それが、第7エリアのリバースコンベアです。逆走するベルトコンベアをハイハイで進むエリアになりますが、選手目線で見るとベルトコンベアの速さに驚くのではないでしょうか。このスピードだと、突入するのにも躊躇してしまいそうです。なお、リバースコンベアの速さは番組内では触れられていませんが、CG では時速20キロで再現しています。このエリアの前身となった逆走コンベアの速さが筋肉番付公式ガイドブックなどでも公開されているため、そこの数値を当てはめています。それでは、次はサードステージを見てみましょう。クリフハンガー、
バーティカルリミットなどの超難関エリアが目白押しとなるのがこのステージです。特に、サスケ2020では新エリアとなるクリフハンガーディメンションが存在感を示しました。また、次のバーティカルリミットも影に隠れた難関エリアです。サスケ2020では、ただ一人バーティカルリミットに進出したサスケくんこと森本裕介さんにあっさりクリアされましたが、かつては数々の有力選手を落とした名エリアです。そんなサードステージの難関エリアですが、選手目線で見ると印象がガラッと変わったエリアが、このパイプスライダーです。最終エリアのパイプスライダーは、2本のパイプ状のバーにぶら下がり、体重移動で前に進みます。このパイプスライダーは、バーを最後まで進めた後は大きくジャンプしてゴールに飛び移る必要があるのです。そして、このゴールまでの距離が、選手目線で見るとかなり離れているのがわかります。何人もの猛者を沈めてきたパイプスライダーの恐ろしさが、選手目線で見ることでよりリアルに伝わってきたのではないでしょうか。最後は、ファイナルステージを見てみましょう。高さ25メートルのファイナルステージは、8階建てのビルに相当します。麓からゴール地点を見上げるだけでも、その高さとクリアの難しさが伝わってきます。第1エリアは、スパイダークライム。ここまで進んでくる選手は、一瞬でこのエリアをクリアしてしまう場合がほとんどですが、選手目線で見るとかなりの高さになることがわかります。そして第2エリアの、サーモンラダー15段も、かなりの高さです。上を見上げると、あまりの高さでとても人間にクリアできるものには思えません。最後の綱登りまでたどり着く頃には、すでに地上15メートルを超えています。さらに、どんどん綱を登っていくと、今までクリアしてきたステージがどんどん小さく見えていきます。そして、クリア直前。すぐ上を見るとゴールがあり、完全制覇まであと一歩まで迫っているのがわかります。下を見下ろすと、スタート地点はかなり小さくなってしまっています。そして、いよいよ完全制覇。景色を見下ろすと、今まで辿ってきたステージが宝石のように輝いています。長いサスケの歴史の中で、この景色を実際に見た者はわずか4人。今回の動画では、あくまで CG を使った VR ですが、皆さんに完全制覇を体験していただきました。サスケの歴史チャンネルでは、サスケをもっと楽しむための小ネタや雑学を紹介しています。よろしければ、他の動画もご覧いただけると幸いです。